こんにちは、いちかスタイルです。本日は、下半期の買ってよかったギアをご紹介いたします。もう早速いきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年のね下半期はそんなにね買うものはねなかったんですよね。そんなに買ってないかな。そうなんですよね。でもなんかこまごまとしたものという感じですね。ではまず右端から、小さいものからコツコツとやりましょうか。石川清です。はい。はい。こちらこれはライトなんですけれども、これは私の方から説明させていただきますけども、Amazon 限定で売ってた LED ランタンになります。どうしてこれを選んだかというとですね、まず値段です。これ1個1000円しません。900円台です。そしてこの見た目ですね、結構可愛いんです。あ、可愛い。中がね、こう空洞になってて、で機能面でも申し分なく、ちょっとボタンを押してもらえますか。1回押してください。懐中電灯強です。懐中電灯、弱ですね。もう1回押すと、中白色ですね、白い色。でもう1回押すとエモい色ですね。でもう1回押すと真っ赤か。もう1回押すと SOS、はい、ってな感じで盛りだくさんのね種類のライトがつくわけですけども、これねほんとコスパ最強なんですよ。ただ弱点を言いますと、リチウムのね容量がやっぱり少ないということでね、安いんでしょうけども、1日持てばいいかなっていうぐらいです。ああ、1日ごとって感じだね。他に所有しているミニマライトとかゴールゼロもどきなどは、23日は持ちます。1泊2日のキャンプなら問題ございません。じゃあ安い理由はこのバッテリーの容量です。まあでも見た目可愛いし、1日持てば十分かな。だいたいキャンプ終わった後、家に帰って基本的に残量残っても全部充填し直すじゃん。じゃあ結局一緒だもんね。1泊だからね。ということでちょっと持ちは悪いけども、見た目が可愛い、安い安いし可愛いということでこれを選びました。はい、Amazon 限定。Amazon 限定なんだね。可愛いよねこのタンカルで、中になんかちょっとイラストが描いてあってね。ちなみに私が購入したページが売り切れてて、中華製あるあるで、違うブランド名で、他のページで売ってましたんで、それも概要欄に載せときますので。続きましてこちらなんですけれども、これは、黙々小さな薪ストーブという名前なんですけれども、薪ストーブなんですけれどもキャンドルウォーマー、あと同じシリーズでもう一回りでかいやつがあるんですけれども、そちらは炭と薪が入れるタイプなので、その名称通りの扱いになるんですけれども、このタイプだとティーキャンドルかアルコールランプとかパラフィンオイルとか、こういうタイプですね。こういうものに入れて観賞用として使ったりとかするんですけれども、調理も可能になっております。と言っても高火力の調理は不可能なんですけれども、例えばこの上でシャラカップぐらいの湯を沸かすこともできますし、それによって熱燗とかも作ることも可能なので、観賞用プラスちょっとした飲み物も可能というタイプになります。で、ここにね小さな五徳が磁石でくっつくタイプ、これ鉄なので重厚感があるタイプなんですよね。その名の通り薪ストーブと同じ素材を使ってます。そうなんです、そうなんです。で、調理としても使えるんですけども、やっぱり観賞用として炎が揺らぐものをね見るという癒しアイテムになります。ロマン系でございます。ロマン系です。はい。こちらでもねやっぱりね熱燗とかを温めたいっていう使い道もやっぱあるので二役です。はい。本当はねでっかいもう一人回りのね薪も入れられるタイプとかもしようかなって思ってたんです。だけどすすで汚れると手入れ大変なんで、なんか外で扱う薪ストーブとか焚き火台とかだったら別に外でガシガシ洗っ
ってっていうものができるんですけども、この手のタイプだと割と室内、例えばテント内使ったりとかするので、こういうタイプの方が案外楽かなと思って小さめの方にしました。はい、ということです。はい、続きましてこちらのシリコンのケトルになります。この薄さになるんですけれども、広げるとこのぐらいの深さになります。で、1リットル入るんですよ。これ結構入りますよね。はい。で、シリコンでこちらがステンレスなので、この部分しか火を当てることができないんですけれども、シングルバーナーの外で沸かすと真上に炎が出てくれるので、割と高火力ですぐ沸きます。購入した経緯は、遠征キャンプ、物をねコンパクトにしたいという時があったので、その時に購入したんですけれども、それ以降もやはり大活躍してますね。今までケトルって硬いものだから、もうどう考えてもその形のまんま収納するしかないじゃないですか。それがこの薄さにコンパクトになるので、こっちにしてよかったかなって思ってます。これによってシングルバーナーもコンパクトになるので、それらと一緒に一つのねギアケースの中に収まる、でコンパクト化、そして分かりやすい、カテゴリーに分けられるっていうのもできるので、良かったです。色も可愛いし。確かに色も可愛いね。でなんていうかな、ここから注ぐ時に湯がね漏れそうな気もするんですけど、実は割としっかりここから注げるんですよね。漏れはしないです。なので良かったですよこれ。はい、ということでシリコンケトルです。続きましてこちらは外のホットサンドメーカーになります。このメタリックな感じがかっこいいよね。外らしいよね。ロボットみたいな。で、柄の部分がね折りたたみなので、使用するときはこんな感じですね。中がこんな感じです。だからもう結構焦げ付きとかもついてるんですけども、もうこれが味ですよね。はい。で、中が中央がくぼんでて、で外側の方が少し平たくなってるので、これによって食パンが食パンの周りがねプレスする形になって、プレスサンドみたいな感じになります。で、ホットサンドメーカーはねいろいろ持ってるんですよ。これ以外にもシングルの食パン1枚で作るタイプもあれば、あとは普通のホットサンドメーカー、耳が潰れないタイプ、周りが潰れないタイプもあるんですけれども、どれも結構ね使い勝手が良くてですね、はい、コンパクト重視の時はやっぱこれか食パン1枚用のシングルのやつですね。それいつもギアケースに入ってます。はい、でこれもシングルバーナーと一緒に使うものなので、いつもこれセットで入れてます。後ほどお見せします。外のホットサンドメーカーでした。はい、続きましてこちらはユニフレームのお鍋です。ステンレスかな、ステンレスでできてます。そして木蓋です。なんかこう日本ならではっていう感じです。昔ながらの形だよね。でここに引っ掛ける部分がついてるんですけれども、トリポット、焚き火とトリポットあるじゃないですか。あれに引っ掛けてぐずぐず煮たり浮かせてね煮たりとかできるタイプだと思います。キャンパー心くすぐる。ですね。で大きいサイズもあったんですけど、私たち2人なのでそれだとちょっとサイズが大きすぎるのでこっちにしました。でまだね動画にはねアップしていないんですけれども、実は先日キャンプスタイルショットの撮影がありまして、宮崎ケーブルテレビの、はい、キャンプ番組に出演いたしました。はい、2回目の出演でした。そうなんです。でいずれねなんだっけ、公式の方から公開されますので、そしたらお知らせします。でそれに付随してね私たちも少しだけ動画撮らせてもらったので、そちらもまたおいおいご紹介いたします。
ということでこれなんですけれども、その時おでんで使ったんだよね。そうそうそう、なんかやっぱ味があったね。木豚なので落とし豚状態で使えるので吹きこぼれることもないし、ストーブの上でグツグツ煮るのも可能だし、なんか見た目もよし火の通りもよしっていう感じです。おでんがよく似合うよね、その鍋。確かに似合うね。このぐらいのね量でちょうどいいね、鍋はね。ということでユニフレームのお鍋でした。はい、続きましてこちらのピクニックバスケットになります。これね、これはねハイランダーですよね。そうですね。はい、これね実は結構前から気になってはいたんですよ。でハイランダー以外の例えばキャプテンスタッグとかのも出てるのでいろいろチェックはしてたんですよ。だけどこういうのって贅沢品っていうか結局収納してしまえば別にこれいらないじゃんって思うんですけれども、この間ちょっとねセール品を見つけまして、せっかくだからといってちょっと購入してみました。で、この中身なんですけれども、中にキッチン用品が入っているんですけれども、基本的に使うカトラリー、スプーン、お箸、フォークとか、あとは大きなお皿、あとボール系と、シェラカップ、あとはグラス、シャンパングラスとワイングラス、このまんまレイアウト、ギアを見せる形でやっております。かわいい。そうそうそう、このねタータンチェックもかわいいし、これもなんかギアっていう感じです。収納のカゴではなくてギアです。これも見せるギアです。はい、はい、ということです。かなり気に入ってます。登場してきた。こんにちは。市川スタイルのカメラマンです。ディレクターです。カメラマン兼ディレクター兼使いっ走りで。よろしくお願いします。途中の今日は休憩ちょっと取らせていただきます。喉乾きました。本日の乾杯ドリンク、本搾りグレープフルーツ。イエーイ。ということで皆さんもねお飲み物、飲んでらっしゃるとは思うんですけども、まだ撮影の途中ですが、せーの、アフターアワーズガチーン。このためにギアいっぱい買っとるわ。すごい犠牲感がすごい。いやよだれ垂れちゃった。大丈夫。ギアは本当沼ですね、皆様。本当だね、なんか。もういらんやろって思うのになんで買ってんだろうね。次になんかね欲しいもの出てくるよね。そうなんだよね。買ってしまうのって、多分ねキャンプスタイルが少しずつ変化していってるからだと思う。キャンプごとに違うじゃん。キャンプごとに、テントが違えばさ、もうスタイルも違ってるんだよ。そうそうそう。多分ねみんなもね痛感してると思うんだけど、基本的にね同じキャンプスタイルだったら、最初に買った購入した分だけで全然できるはずなんよ。普通にキャンプするだけなんで。そう。だけどさっきも言ったけどテントも変わればキャンプスタイルも変わるから、そしたらもうおのずとやっぱ違うギアも購入したくなるとかって、もうそれがもう沼なんだよね。沼ですわ。資本主義社会名。そうね。壊れるまでさ、物持ちいい人いるからさ、そうだからもうその初期投資だけでもうずっと何年もやってるよって人間違いなくいるはずだから。私はちょっと秋っぽいでね。そうだね、秋っぽいよね。違うギア、違うスタイルでやりたいっていうのもあるし、場所も変われば季節も変われば、おのずとねギアも変わってくるし、そもそもテントもね特化引っかしたいっていう欲がすごいから、なんだろうね、テント大好きなんだね。まあね、テント大好き夫婦、もう言ってるもんね。きっとみんなもそうだよ。みんなもそうでしょ。ね、そうだよね。キャンプはギアなんですよ。確かにな。キャンプはギアだ。キャンプはギアだ。それは確かにそうだわ。いや
飲むしかね。飲むしかね。さてでは休憩行こうか。終わるとしましょうね。よしよはい、し。じゃあ引き続きご覧ください。はい、行きます。後半。はい、続きましてキングキャンプのインフレーターマットです。はい、これはね、実はキングキャンプさんの案件を、やっていたんですけれども、はい、テントと、ベッドと、ベッドっていうか、コットと、のこのインフレーターマット、この3点をねご紹介したんですけれども、はい、このインフレーターマットがものすごい良かったんですよ。で、お仕事いただいた時は全て1個ずつだったんですね。はい、なのでこのインフレーターマットだけ買い足しました。はい、これめちゃめちゃ寝心地よくてですね、エアーも入ってるので、底付き感は全くないです。はい、でちゃんとしっかり弾力もあってですね、エアー独特のギシギシガシャガシャいう感じは全くないです。で、私たちが持っているサムトピアのベッドあるじゃないですか。あれ表面がねウレタンでコーティングされてるんですね。なのでエアーマットプラスふわふわと包み込まれるような感覚があるんですけれども、これも同じです。そうですね。はい。で表面がね水色なんですけれども、私たちの動画をね見てくださってる方は分かると思うんですけれども、はい、表面がねこのぬめーっとしたこの感じがね、肌触りがとても良くてですね、で寝心地も最高でした。はい、なのでちょっと一目惚れしてしまって、あえて、自分たちで購入しました。はい、でこの購入したね理由はですね、やはり車中泊でも使おうかなと思っております。でもちろんテント泊でも、コットの上に乗せて寝ようかなって思っております。同じくキングキャンプさんのコットをね、私たち愛用してますのでね。はい、車の中にねもうそのまま置きっぱ状態なんですけれども、もともと普通のね家庭用のウレタンのね低反発マットをね敷いてたんですけども、それだとねあまりにもムニムニ柔らかすぎてですね、寝心地は悪いし、なんか収まりが悪かったので結局外したんですよ。でベッドのみでね寝ることは全然可能なんですよ。私たち硬めが好きなのでね、だけどこれに寝た瞬間、ちゃんとしっかり体をね支える硬さがありつつ、表面体にねまとわりつく感じがとても良かったので、今後これを使うつもりです。車中泊でもキャンプでもね使うつもりです。もうこれも最高、本当に最高。おすすめですね。本当におすすめ。今までのインフレーターマット何なのって思うぐらい最高です。そうだね。やばいです。買い足すぐらい。買い足すぐらい本当に最高だった。満足の使用感でした。はい、どうぞ。はい、キングキャンプのインフレーターマットエアマットでした。はい。続きましてハイランダーのジョイちょっと NG です。一旦切ります。思い出し笑い中です。ハイランダーのなんかおかしくなってませんか。ちょっと待って、ジョイント、サイド、そうです。普通に言ってください。落ち着くわ。ジョイントサイド、なぜかなまるんですけど、なぜでしょう。はい。ハイランダーのなかなか本題に移りませんけどね。なんだってですね、あんまりね登場していなかったんですけれども、最近もう IGT のねラテルワークスのテーブルばっかりだったけど、フラットバーナーがね、導入されて以降はすっかり IGT テーブルになってしまったので、なかなかねこれをね引っ張り出すっていうことがねなくなってしまったんですけども、このサイドテーブルを、購入したことによって、このウッドとロールテーブル、ウッドとロール別物それウッドロールテーブルってテーブルのみじゃないですか。なので
料理をねするためには、例えばタフ丸だったり、フラットバーナーだったり、コンロをね出さないといけなくなるので、どうしてもね必然的にこれがね使わなくなってしまったんですけれども、狭くなっちゃうもんね。そうもうこれをねサイドテーブルはこのウッドロールテーブルと接続できるっていうのもね、いいですよね。高さも一緒で幅も一緒で、でそのウッドロールテーブル、私たちこのナチュラルのカラーにしてるんですけれども、色味も合わせることができるので、統一感が出ますね。で私たちは、使わない時はサイドテーブルとしてここをねテーブル板を埋めて使用しようかなって思っているので、今後キャンプでも大いに活躍するのではないかなと思っております。あとフラットバーナーがねインストールできるサイドテーブルって他にないよね。サイドテーブルっていうからにはね、もうサイズ感がコンパクトで、活用方法はねいくらでもあるので、持ち運びも楽だしね。そうなんです。なのでご飯を食べるスペース以外にも活用法があるので、これはね買ってよかったなって思います。これはすごく使える。でねハイランダー特有のすごくねこうコンパクトに折りたたむサイズになってるので、折りたたんでね袋にこうスッて入るようなね、形状になっております。本当だね。なんか質感もすごくなんか豪華な感じがするんだけど、これ北欧家具とかにもね使われるブナ材を使ってるらしいので、ブナなんだ。高級感あるよね。なんか綺麗な木目がいいよね。いいよね。木目フェチな僕としては本当にたまらんのよね、こういう木目。そうなんですね。木目で飲めるもんだって。飲めるんだ。飲める。これは魚なんだね。つまみだね。そう、木目大好きなんですよ。ということでね、ハイランダーのウッドロールテーブル、またキャンプ仕様がね変わる匂いがしますね。今後も活用していきましょう。はい。ハイランダーのジョイントサイド。鹿児島弁だねそれ。はい、続きましてワットノットのソフトギアケースです。でかなりね大きいんですけれども、これ何リットルのタイプなのかちょっと定かではないんですよね。Amazon でちょっと確認し忘れました。見た目90リットル近いような気がするんだけどな。ね、でもかなり大容量ですね。そうだね。こういうソフトコンテナの中では一番大きい方かな。トランクカーゴのこの奥行き、さらに上回る奥行きなので、真四角だしね。です。でこの内容量なんですけれども、ファスナーがね結構スムーズなんですよ。こちらはキッチン関係が入っております。で前回のクリスマスキャンプの時に、私たちのね収納術、言えてます。ギリ言えてる。ギリ言えてます。大丈夫です。もう言いたくない。収納術をねご覧いただきました。中にね中敷きが2枚入っておりまして、全部で3分割のお部屋を作ることが可能です。でマジックテープで場所を変えられるので、自分の好きなように、自分のギアに合わせて、お部屋をねサイズを変えることができるので、収納面でも大いに活用できるのではないかなと思ってこちらを購入しました。で今までトランクカーゴハード系のギアケースを2つに分けてるので、どっちに何を入れたのかっていう把握がね全然なくて、こっち開けて違った、こっち開けて違ったみたいなのがね結構ねサイト内であって、めんどくさみたいなのが結構あったんですよ。でなおかつあれずっとね開けっぱなしにしてると、例えば虫が入ってきたりするので、割れたものを取ったらまた蓋を閉めるみたいなめんどくさいことずっとやってたんですよ。でもこれにね出会ってから蓋はねパタンと閉じるだけでしばらくそのまんま全部使い終わるまでファスナーは開けっぱなしっていうことが結構多くなったので、これすごく買ってよかったなって思います。で私たちが使っているギア全部がこの今までその2つに分けてたギアが全部ここに集結しております。それぐらいの大容量です。でなおかつハードじゃないので、ちょっと例えばオーバーになっちゃったとしても、布がね若干伸びるので、無理やり入れれば入るっていうね、ソフトケースならではの、いいところもあるので、
どちらかというとハードよりもソフトの方がいいなってすごく実感しております。そうだね。はい。キャンプ4年目なんですけどもね、うん、今までその小さいギアをねこまめに運んでたんですよね。そうなんです。でもこういうね大きい、ソフトコンテナをですね所有していれば一気に物が運べるというのがまず利点ですよね。はい、そうなんです。でね、これのね使い勝手がいいのでもう一つ増やそうかなとちょっと検討しております。もう一個あればね他のギアもまとめて持ち運びできるからね。細々としたものやっぱりねまだあるんですよ。そこもねうまく綺麗に収納できたらいいなとまた考えております。はい。買ってよかったです。よかったです。はい。その中に入っている収納面だったりとかは、概要欄の方にね載せておきます。はい。こういうね小さなギアケースだったりとか、私たちの使ってるものを集めたのをノートにねまとめて、載せてますので、そちらを参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、私たちが2025年、下半期に、購入した、買ってよかったギアを紹介いたしました。はい。なんか、そんなにね買ったもの多くなかったし、しかもなんか細々したものだったので、映えてるかどうかはちょっとわかんないんですけれども、いい出会いばかりでしたね。そうですね。ものってやっぱフィーリング、人と同じでフィーリングだと思いますのでね。テントも今年ね、ボーゲルとかマウンテンハイカーのねエアテントも購入したんですけど、当然テントはね買ってよかったに決まってるんですけどもね。はい。そうですね。一つ一つちょっと言うとしたら、エアテント、あれは夏場、ネイチャーハイクの大型タープの下に入れるっていうスタイルが私たちにすごく最適かなって感じてます。で、あれ単体で使うと、多少ちょっと問題点がありまして、それは後々お話しいたします。遠征キャンプの時にね結構お話ししているので、現地でもね結構いろいろあったので、多分カメラに収めてると思うんですけれども、現地でいろいろ問題点を多分言ってるはずなので、年明け少しずつ紹介していきたいと思います。はい。で、その問題点を除けばね本当に楽に設営できるエアならではのね、テントなので、その問題点をその克服するのがそのネイチャーハイクの大型タープの下に入れるっていうスタイルなので、タープの下でねエアテント膨らませたり、撤収したりすることができるので、そういう部分でもね、とても楽だったので、使い方によっては非常に使いやすいテントだったと感じてます。で、あとはボーゲルか。ボーゲルは言わずもがなですけどね。そうですね。設営もねだいぶね楽になってきましたし、ポールもねやっぱ使い続けてくるうちにね柔らかくなってきますよね。結局どのテントも一緒なんですけれども、なので設営のねちょっと困難とかもね、なくなってきましたし、立ってしまえばね非常に快適な空間なんでね、またいろいろとね、キャンプサイトのとか、あと景色とか、そういうものを総合的に見合わせて、またね引っ張り出そうかなって思います。で、ワーティグリスのね、カンガルーテント的なものがあるんですけれども、あれはですね、全面メッシュなんですよ。なのでDOD のカンガルーテントと同じような部類の扱いなので、これに関してはね、なんていうかテントだけど私たちの中では、テントの部類にはあんまり入れてないっていう感じですね。コンパクトになるという点でね、購入したものですけど。そうですね。はい。だからもしかしたら、大型テントの中の、例えばアポロンとかのね、インナーテントとかに使ったりとかするかもしれませんね。はい。ということですね。テントはそんな感じですかね。今回のこの動画がね、今年1年最後の動画になります。はい。はい。今年1年ご覧いただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。
私たちね結構ね、癖のある夫婦なんじゃないかなとあまり理解されにくい思ってるん夫ですよね。婦だと思っています。会話もね結構独特だなとね、客観的に見てどう思われてるのかちょっと分かんないんですけどもね。なんかね、その会話してる時はね本当にいつも通りのね私たちそうですで、ね家でもこんな感じなんですよね。家のまんまキャンプでも、分かりやすい笑いのツボではないのはね分かってるんですよ。分かってるんですよ。そうですね。そうなのでなんかもう2人だけで笑ってる感はちょっと否めないんですけれども、だけどやっぱり私たちのね、夫婦の自然体、ありのままの姿をね、いつもお見せしておりますし、皆さんにね気に入られるように、なんていうのかな、自分たちをねわざと作って、なんか見せるのもね違うんじゃないかと思って、なので好き嫌いあるかもしれないですけれども、気に入っていただけたら嬉しいなって常々思っております。こんな夫婦でもねお付き合いいただいている方いらっしゃるので、本当にありがたい限りでございます。ですね、実は長崎にも行きたいって思っているんですけれども、視聴者様がねギリ OK ですがね、長崎の方がいらっしゃるんですよ。レッカちゃん、レッカちゃんって言っちゃった。もうね本当はねレッカさんってコメントには書いてるんですけど、うちらのね夫婦の間はレッカちゃんレッカちゃんってずっとすみません、レッカちゃんって呼んでます。すみません。いずれ長崎にお伺いします。いつになるかわからないんです。本当はね2月にね行きたいなと思ってるんですけども、雪の事情もありますし、宮崎に住んでるのでねスタッドレスとかも持ってないし、雪にね弱いのでちょっとわからないです。でもしかしたらまた暖かくなってきた時か、また秋になったら行くかもしれないです。またちょっと入念な計画を立ててお伺いしようと思っております。もうね今年結構ね、なんかコメントをねいただくことが増えまして、私たちね基本的にね、他のチャンネルさんたちに率先してコメントをするタイプではないんですよ。なのでなかなか交流がね持てないコミュ障みたいなところがあるので、視聴者様にねコメントいただけるとね、本当に嬉しくて、嬉しいですね。なんかこうやってね近寄ってきてもらえるとね、本当嬉しいなって思います。山口家の方たちもねお世話になりましたね。私たちのねと同じねギアをね購入してくださったりとかして、手に取ってね同じようなね実感をねして共感をしていただいているんだろうなって思いながら、同じギアを使っております。はるさんもね、お忙しいの中ね、見に来てくれてね、今もちょっと追い込みのね時期なのかなとも思いますけどもね。国家試験頑張ってください。頑張ってください。その他の方もね、時々コメントをくださる方、いつもありがとうございます。来年もよろしくお願いいたします。私たちですけどもよろしくお願いします。ということで、来年一発目の動画は山梨静岡遠征旅行の動画をお送りしたいと思います。大変お待たせいたしました。お待たせしました。時系列がね、なかなかこううまくね帳尻が合わせられなくて、2026年一発目からお送りしたいと思います。そうですね。でその後はですね、キャンプスタイルショットの、撮影をしているところをまたさらに撮影しているというね、おかしな感じをねお送りいたします。プロの撮影現場っていうなかなか見れないと思うんですけどもね。そうですね。私たちその撮影の裏側という形でね、皆さんにご覧いただけると思いますのでね、そちらもお楽しみにお待ちいただければと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと見てください。これね、ウイスキーですか？これね、パラフィンオイルが入ってるんですけれども、この瓶はですね、メープルシロップの瓶なんです。だよね。でこのステッカーは、なんだっけイベント、スノーピークのアニバーサリーステッカーなんですけれども、何周年？ 65周年か。
65周年のスノーピークのステッカーを貼っております。スノーピーク製品ではありません。でもなんかギアっぽくなったでしょ。かっこいいよね。メイプルシロップの空き瓶です。飲んでしまいそう。色も可愛いしね。そう、ちょっと間違っちゃうよね。そうそうそう。そうちょっとね、こういうのもなんか楽しいですよね。DIY でプチ DIY だ。はいです。漏れないので良いです。そうだね。はいはい。ではでは、もうエンディングですね。もうエンディング？そうなんですよ。悲しいですよね。飲もうよ。悲しい。忘年会やろう今から。忘年会ね、ライブとかね、できたらもうちょっと登録者数がね、多ければね、ライブとかやってね、皆さんとご一緒にね、盛り上がることができたらなとは思ってるんですけれどもね。はい。またいずれですよね。これもね。はいはい。来年もまた遠征どっか行きますかね。長崎はもちろんのこと。ね。ふもとっぱらまた行きたいね。また行きたいのか。行けなかったからさ。そうか。トマトフィールドになっちゃった。なんか静岡ばっかりなんですけど。ふもとっぱら行きたいじゃん。行きたいけど違うとこだってあるよ。いっぱい。いっぱいいいとこあるよ。いっぱいあるんですよね。行きたいところばっかりです。けどね。でも静岡がいいなら静岡行きましょうよ。またいずれですね。はい。伊豆もいいし。伊豆もいいね。あの辺りも行きたいね。伊豆をね一周してもいいんじゃない？そうだね、あの辺も行きたいね。はい。ということでまた遠征行きますんでね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また改めて言いますが、今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました。ね、来年も変わらず変わらないと思います。こんな感じですが、キャンプ場ばっかり行ってると思いますので。はい、お願いします。はい。そうそう、新幕ありますよ。そうでした。新幕またね。これぞれ新幕です。もう懲りてないね。今までとはちょっと違うタイプ。そう、どっかでも行ったはずなんですけどもね。いつもと違う感じなので、私たちも楽しみだね。私もそう、すんごい楽しみでしょうがない。早く出したい。ワクワクしてます。では、そんなところで締めますか。はい、いつものご挨拶いきましょう。はい、それでは。キャンプ動画、車中泊動画たくさん上げてますので、遡っていつも言ってるのに遡ってみていただけるとありがたいです。はい、ギア紹介、テント紹介などもやってます。インスタグラムもやってるので合わせてフォローお願いします。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。いちかスタイルでした。ペコリーからのアフターアワーズ。アフターアワーズよろしくお願いします。スタイルでした。良いお年を。良いお年を。